こんにちは、ゼキザップです。今回はレベル 250E クラッチを使用することができましたので、その感想をお届けしたいと思います。とは言ってもこれ試乗したのは、約5ヶ月前、6月15日日曜日ですね。あの時はまだ E クラッチが出たてで、動画出せばすぐ伸びたんでしょうけど、結構否定的な意見も多い E クラッチなので、あえて公開を遅くさせていただきました。これね、左側にレバーがあるところがなんとも不思議ですよね。E クラッチのマークがついて、これでついつい左手でクラッチを握りそうになりますが、握らずに、この瞬間が一番怖いですね。で、発進。さあ、まさにこの瞬間が初めて E クラッチを走らせたわけなんですけど、とにかく怖かったですね。クラッチを握らずに一足に入れるっていう行為自体が普段マニュアルに載っていると、これがどれだけ怖いことかっていうのは皆さん想像ができるかと思います。そしてシフトアップしていく時もクラッチレバーを握らずにシフトアップしていくので、これもやっぱり最初は怖かったですね。そうは言ってもクラッチレバーを握らずにシフトアップしていくっていう行為自体は、この E クラッチに限らずクイックシフターとかでもできたと思うので、慣れてる人は比較的いるのかなという感じです。実際自分も E クラッチでのシフトアップについては、すぐに慣れることができて、下手にマニュアルで操作するよりもシフトアップは早くスムーズにできるし、これはありなのかなとは思いましたが、どうしても慣れなかったのはシフトダウンですかね。これだけはアクセルを開けたままシフトダウンするっていうのが怖くてできなかったんで、どうしてもギクシャクはしましたね。でそしてこのように低速状態でエンストするのかどうかっていうのも、確認はしたんですけど、2速3速とかでこのような速度で走ってるとちゃんとシフトダウンしてくださいっていうメッセージがメーター内に出たりするので、そういった点では、親切設計になってるのかなという感じです。でこのようにシフトアップは非常に楽しいですね。ただこのシフトダウンだけはやっぱ慣れないな。今回のわずかな試乗時間だけでは、ちょっとね慣れることは難しかったんですけど、これからホンダの、この E クラッチ戦略っていうんですかね、このレベル250だけではなくて、最近時発表された CL250、そして2026年にはさらに多くの車種に E クラッチを採用することが予測されているので、この方向性が新しいユーザーの獲得につながるのか、はたまたユーザー離れにつながるのかっていうのは、今後、見定めていく必要があるんですけど、個人的にはやっぱりまだマニュアルに乗っていたいなっていう気持ちがあるんですよね。というのも、操る楽しさっていう点でもそうですし、あとは価格面、そして将来的な故障への不安っていうところもあるので、そういったマイナスのイメージについて E クラッチが払拭できるのかが、ポイントになってくるかと思います。灼熱の中、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。このボールもでかいですね。徹夜明け焼きそばおじさんです。そして今回は夏のホンダウォーターライディングスクールなので、豚汁おじさんは焼きそばおじさんになって焼きそばを大量に作っていました。これが美味しいんですよね。12月には今年最後のライディングスクールが開催されるので、そこで豚汁食べることが、今一番楽しみですかね。元グロム乗りの55さんがまたグロムに乗る。いや楽しいですよこれ。本当に楽しい。そして自分は今回ハンターカブでライディングスクールに来ているので、レベル E クラッチの試乗だけではなくてハンターカブでも練習していきます。最近時上げた動画だと確かハンターカブの方は高齢になっているエンスト症状と、あとはアイドリング不調でステムベアリングの型、この3点があるんですけど、アイドリング不調については、燃料添加剤の、投入によって現在解消しております。
でステムベアリングのガタと、あとはアイドリング不調についてはあれは2026年に入ったら、早々にやりたいと思います。それよりも緊急度を上げて対応しないといけないのがハンター株のバッテリー交換ですかね。ハンター株納車してから5年と3ヶ月、一度もバッテリー交換をしていないで、このまま冬本番を迎えるのはちょっとさすがに危ないんじゃないのかなということで、事前にね書いておこうかなと思っております。ということでちょっと映像の方単調なので、一回店長がレベルを走らせている映像を差し込みたいと思います。はい、こちらが店長がレベル250の E クラッチを走らせている状況なんですけど、とてつもないですね。レベル250でも乗り手が違うだけでここまでアグレッシブな走りに変わるのかと。これ見てると E クラッチいいなって思っちゃうんですけど、自分が乗ったところでこんな動きはできないので、やっぱりバイクって結局は乗り手の力量によるなっていうのがものすごい分かりますね。普段からマニュアルに乗ってる人からしてみれば E クラッチはいらないと思うでしょうし、マニュアルに慣れていない、リターンの方とか、あとは免許取り立ての方からしてみれば E クラッチっていう選択肢は非常にありがたいと思うので、E クラッチっていう技術が登場してきたこと自体は非常にいいのかなと思っています。ただできれば繰り返しになりますが、ちゃんとマニュアルも存続してもらって、でカラーのラインナップも極端に絞るとかではなくて、ある程度選択肢を持って販売してもらえたらいいなと個人的に思っております。さあ自分の映像に戻りまして、やっぱり下手だなっていうのがよくわかりますよね。ハンター株だからっていうのも多少はあるとは思うんですが、根本的にアクセルとブレーキの使い方、思い切りの良さ、いろいろと欠けているところがあるのかなと思っております。ということで最後まで動画を見ていただきありがとうございました。今回はレベル 250E クラッチの試乗ということで、これからのホンダのバイクのスタンダードになっていく技術でもあるので、早いうちに体験しておきたいなと思っていたので、今回は非常にいい機会を得ることができました。で実際乗ってみて、シフトアップのスムーズさはあれはマニュアルではできない速度なので、初心者ほどありがたいなっていう感じがして楽しかったです。ただ普段マニュアル乗ってる人からしてみると、やっぱレバー握らずに一足に入れるとか、シフトチェンジするときに無駄に煽ってしまったりだとか、なかなか慣れない部分もあるんですけど、この辺は長期で乗っていけば、自然と慣れていく部分なので、さほど気にはならないのかなという感じですかね。とは言っても E クラッチっていうのはこれからが大変だと思うんですよね。何せ出始めの技術なので、もちろんホンダも耐久性とかの試験はやってるんですけど、とはいえ実際の使い勝手とかユーザーの乗り方って、想定できない部分もあるかと思いますので、これが本当に、しっかりと耐久性を確保できているのか、環境に適合できているのか、制御のエラーは起きないのか、いろいろと見えてくる部分もあるかと思うので、自分も個人的に、E クラッチを買われた方の動画っていうのはちょこちょこ見ながら、この技術がどこまで通用するのかっていうのは見ていきたいなと思っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。